はい、皆様こんにちは。YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。本日のこちらにあります曲はバガテル。って言っても何の曲かいまいちわからないでしょうけど、ちゃんと下を見ると Für Elise と書いてあります。もちろん、ベートーベン作曲のエリーゼのためについて、曲の弾き方、和声解析など、ご紹介したく思っております。なるべく簡潔にね、要点をキュキュキュとまとめていきたいと思いますので、まず早速ですが、3つの題目に、分けてみました。1、まずは3拍子の数え方というのを説明していきたいと思います。で、2つ目にペダルの使い方ですね。これは表紙とも関係してきます。で、最後に和声解析。和声解析っていうのがそうですね、多分時間だいぶかかるとは思いますけど、そこも、そこもね、込み入った話になってきてもご興味ある方はきっとね、なるほどとか思っていただけるように話していけたらなと思います。早速いきましょう。まずは3拍子の数え方についてご説明を早速しましょう。この曲は、はい、書いてあります通り8分の3拍子なので、8分音符で123、123と123、123、123、123、123、123、123というふうに3拍子で数えられるわけですね。ところが、じゃあそっか、それを書き込み解説ってこの動画のタイトルになってると思うんですけれど、よし、書き込みながらご説明をということで、これで見えるかな、ね、まずちょっと最初はね、最初置いといて、この2小節目からちょっと書かせてください。1、丸1で、丸2、丸3と書くことで、指使いの書き方ね、ごちゃごちゃにならずに済むと。1、2、3と3拍子でできてますね。で、次もまた1、2、3、1、2、3、1、2、3と数えてもいいんですが、基本的には。ただ、ちょっとそこで工夫を凝らします。この曲見ると、1、2、3、1、2、3、2小節で3小節、4小節、1という4小節のフレーズ感っていうのが見えてくる。これをだからですね、ちょっと縦線も書いちゃいますね。こういうのを学説というふうに言ったりします。フレーズって言ったって構わないんですが、4小節で音楽が進んでいるということをちょっとこうやって書くことで見えやすくなります。で、というわけでこれをですね、4小節のフレーズ感まで一緒に数えることができるんです。1、2、3、次が2、2、3と数えることを、私は考えてみました。だから二重丸にしましょうか。このフレーズというか、このなんて言ったらいいんですか。123、223ですね。で323というふうになるわけです。323、次どうしようかはちょっと待ってくださいね。まず1から1、3223323423、ここで問題。ここね、4小節の続きですが、ここ見るとですね、楽譜を今ね、YouTube ご覧になられてますよね。ちょっと遠かったらごめんなさいね。右手がうねうねうね、ずっと右手がうね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 続いていて、この3、2、3、4にここにアクセントをつけるようなそんな雰囲気ではないんです。このうねうねうねと続いている。どう数えるか。3、2、3、4、5、6、1というわけで、3たす3は6ですね。1、2、3、4、4って私言ってたっけ、さっきどっちだったっけね、4と言ったり、4と言ったり、日本語って不思議ですね。どう使い分けるんでしょうね。というわけで、このように数えるのがおすすめという、かなと、いいのかなというふうに私は考えました。ね、結構臨機応変な数え方ですが、音楽性と照らし合わせた時のフレーズ感と、照らし合わせた時、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、5、6、1、3、2、2、3、3、ここで3、4、5、6っていうふうに今戻った時に、ここで今
分かっていただけましたか？最初なぜ私1小節目書かなかったか、ね、それはですね、この3、4、5、6っていうふうにこのまとまっているというこの右手の音形の数え方を最初から使ってみたいと、それをご紹介したいためにですね、今初めて書いてるわけです。で、1、2、3拍目から始まっていると。で、次を1と数えずに1小節目の頭、3、4、5、6、1、2、3、やっぱり二重丸にしようかな。1、2、3、2、2、3、3。このような、そう、始まりのこの3、4、5、6、この長い右手のうねうね、メソメソ、悲しいよって言ってるように、メソメソ、ミレ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 がもうね、皆さん大好きミレミレ。このミレ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 、何回ミレミレ弾いたかとか、ここで迷っちゃうことがありますよね、途中から。それを、この3拍子をよく数えることで、その何回弾いたっけ問題は完全に解消できるという、そういうお役に立ちたく、最初にこの本当3拍子の数え方、最初が肝心です。このね、このミレミレが大きなアウフタクト、この1拍目の前に何か出てる1じゃない1拍目に至る前のなんか飛び出してる音楽、音たちっていうのはアウフタクトというふうにきっと言っていいと思いますが、この長いメソメソミレミレ3、4、5、6で、ここで初めて1になる。アウフタクトで始まる。なんか非常にメソ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 、悲しいよ。なぜだろう、悲しい。てんてんてん。なぜ悲しいか。それはやっぱり振られちゃったからですね、ベートーベンさんが。まあ、その話は後で。もちろん皆様ご存知の方も大勢いらっしゃいますが。はい。数え方。いきますね。3、4、5、6、1、3、2、3、3、2、3、4、5、6、1、2、2、3、3、2と差で1。ここで転調しますね。明るい音になります。先行きます。ここからまたペダルが書いてある。ペダルは後で言うんだ。ごめんなさい。3、2、2、3。数え方も後で確認しますが、で、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、3というふうに、ここの数え方の説明をさせていただきます。これは12小節ですね。ですね、ちょっと私、ここはね、新しい、使用楽譜についてじゃあご紹介させていただきます。12小、まあいいや。はいはい。こちらはですね、実は届きたてほやほやのよくこの背拍子の色は我々ピアノ弾きには馴染みのある返礼版の、このセパレートで売ってます。Amazon でプチッ、まだ在庫13がありました。もう1日で昨日プチッとして、今朝には届きました。さすが Amazon。というわけで、皆様も手に入れることが しやすい楽譜で、結構なんか返礼の新しいもので、こう見ると2016年、2014年っていう、もう本当につい数年前のですね、日付が書いてある。なんか前のエリゼともちょっと違うような、工程者が人が変わったみたいで、という版を使っております。これがきっと今、はい、手に入りやすい楽譜。ただちょっともう見つけちゃったのが、この12小節目にペダルですね。ここは、書き加えました。ここのペダルないので、さっき私テイク1失敗しちゃったんです。ここでね、午前中の撮影終了。午後に今テイク2、これで最後までいきたいと思いますが、とにかくここはですね、ペダル書いていいと思います。ざっくり言いますけれど、ここ49小節には間違いなく書いてますね。ペダル3、4、5、6で、ここで離して1、2、3、4、5、6、1、2というふうに同じふうにつながっていくわけですが、ここもちょっと分かりやすいようにこうやって書いておきましょうか。ですね。この49小節、50小節の2小節にわたるペダルをもちろんこの冒頭においても、やっていいと思います。こちらは。というわけでね、ウィーン返礼版の原点版を使用。なので全てレドシラになっているという、これ7小節もですね。レド
シラではないというのが原点版のね。これについても後で詳しく和声の話をしているときに説明しますね。よければ、最後までご覧くださいね。レドシラ、ミドシラの問題。それよりも長いペダル。2小節にわたる。だから3たす3の、12小節から、ここから1、2、3、4、出た。6、こうやって、ね、1、2、3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 ばっかり言ってると、1って脅迫なので、脅迫っていうのは脅してるんじゃなくて、強い拍ですよね。1、2、3、1、2、3、1、1って言ってるとですね、そうなんです。これを数え方工夫することでよくありますよね。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3だったり、いっそのこと、1、2、3、4、5、6と数えても構わない。そしてここからまた、1、2、3、4、5、6、1。また、ここも6で数えるのがいいかなと。ここで、いよいよですね、はい、ペダルの話もしておりますね。というわけで、最初に予告した通り、3拍子の数え方とペダルの使い方は、これはですね、リンクしてきます。12小節から1、2小節にわたっての、だからね、3たす3の6で数える。すると、13小節の終わりで話すマークがある。これは我々の解釈でも、この小節の終わりまで踏んでいて、14小節の頭、右手のこのミになった瞬間に話すと。だから面白そうだから、ここに書いてみていいですか。拍を、ペダルがなくなるこの小節、ここから1、2、3、4、5、6と、この差をですね、差っていうのは何だろう、ペダルのある2小節6拍とペダルのない2小節6拍、これで音色が全然違う。このペダリングをパッと変えることで、長いこの実だらけの1、2、3、4、5、ここで2、3、4、5、6、瞑想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 、ほら数えてないと私も何回弾いたか分かんなくなっちゃう。今合ってたかな、間違ってたかな。というわけで、やっぱ数を数えるというのがこの曲の本当におすすめ。数えないとね、すぐ分かんなくなるんです。ミレミで、人の演奏聞きながら、あれ今一回多くなかったかなとか、結構そういうのも聞いてて楽しいんですけれどね。まあでもちゃんと弾きたいわけですね。1、2、3、2、2、3で6まで数える。しつこいけれど、どうかですね、他のね、この動画、ピアノの先生方もたくさん見てらっしゃると思う。あるいはもうご自分でね、弾かれる方やお子さんも見てくださるってさっきお話伺いました。本当に嬉しい。みんなで数えましょう。他の曲もです。いろんな数え方を工夫する。大事なところで余計なことを言ってるな。というわけでいかがでしょう。もう一回しつこいけど、ね、2、3、4、5、6、この5、ね、ミの音第5音ですけど、後で説明します。に満ちて満ちた、このハテナ、疑惑に満ちた音から、スッと、もう音が、ペダルがなくなって、一人瞑想瞑想で4、5、6、1というふうに、音色と、すごいですね。このペダルはじゃあ誰が書いたのかの問題、ペダルの使い方の話で、ここで誰が書いたか、ベートーベンです。私は見つけました、その証拠を。クラブハウスの皆様のご協力も得ながらなんですよ、実は。じゃん、こちらが、残された実質譜は消失してしまったそうです。ところがスケッチが残っている。今画面に映っているのがそのスケッチです。これをベートーベン研究所って言ったらいいのかな、ボーンのベートーベンハウスがこれをね、こうやって勉強のために使うことを許してくれている。すごい時代になりました。で、見えます？この左上にミレとあって、ミレミシレドラモルトグラッツィオーゾっていうこのスケッチに書いてあるっていう、まさに見えますね。これはベートーベンです。そしてこの
右手と左手のラミラ、この左手で弾くラミラの上にペドって書いてあるの分かりますか？ドミラまで。で、今度ドミラ弾き終わった時に丸印が書いてあるの見えますか？私興奮しちゃうな、これ本当に。なぜって本当ベートーベンなんですよ、ペダルを書いたのが。すごいと思いません？はい、次ペダル、ここまで弾いたら丸印が書いてあってペダルを離すねっていう、このね、ここでぴったり離すのかどうするかというのは大問題がある。まあでもそれはですね、ペダルの各習慣ということなのかな。ちょっと先行きますね。でまたペダルで、ここでほら丸が書いてるんです。というわけでこれはね、初版1867年にベートーベンの死後出版された。だからベートーベンはその出版に携わってない曲なんですが、だからたくさんの問題が残っています。だから完全にこれが正しいっていうふうに言い切れない、非常に問題がたくさん残っている版ですが、それにしてもペダリングがベートーベンによるというのはもう一目瞭然、ここに確証があるというふうに言ってよいですか？すごくワクワクしませんか？ベートーベンのペダルです。ベートーベンです。この人はペダルを書きます。熱情その他割と下へ見れば。というわけで、1、2、ここで離して、でここはもうペダル書いてないですけど、まあスケッチなのでいいか同様ってことかな。で、大問題、ここ。はい。レドシラ。これは見えますか？レドシラ。その前にドミラシと右手書いてますでしょ。ドミ。このミと書いたこの位置とよりボコッと下に降りてますよね。レドシラ。これがレドシラと弾く、この場所をですね、すべてレドシラと弾くこの原点版の根拠となっているのがこのスケッチだそうです。レドシラで一つ原点版の楽譜。じゃあちょっと戻しますね、スケッチを。はい。というわけで、ウィーン原点版を私は使ったりもしてますが、こちら返礼版でもここはすべて、レドシラとなっております。で、ペダルね、1小節のペダルが始まります。これは9小節か。ペダルで1、2、3、4、5、6までペダル踏んで離して2、3、4、5、6ペダル2、2、3ペダル離してペダルというわけで、そうか、話す話もこれまだしてなかったのか。ここですね。今だからベートーベンが話すっていうふうに書いてましたよね。これは2、3、4小節の4小5小節で、ここで1、2、3というペダルがある音と、後半のって言うけど4、2、3、この後半の小節3拍というのはペダルがないというわけで、ペダルあり、ペダルあり、ペダルあり、ペダルなし、ペダルありでペダルなしあり、ごめんなさい、分かりにくいが、ペダルありでなしに3ペダル。このペダルを見ると、ね、この3拍子っていうのが足で感じることができるという。版によってはこのようにペダル書かれてない版もたくさんあると思いますが、それは、そうですね、ペダルの問題か。でもじゃあ分かりました。手元にパッと出るので、こちら1905年のパリで出版されたと言われる版、これを踏襲してる、楽譜がたくさん多いと思います。踏襲して今日手に入れることのできるエリゼの楽譜のために、こうね、クレッシェンドデクレッシェンド書いてあったり、このスラーもですね、ほら原点版に書いてないんです。ベートーベンや、初版とかね。とにかくその時に、今ペダルの話ですね。ペダル離す、ペダル離す、ペダル離す。もう厳密に見るとこういうふうにね、ペダルを離すっていうふうに書いてる版がこの通り1905年だから
6年前にこの版が私が見つけられる限りIMSLP から持ってきております。だから著作権の切れてるものなので問題なく使えると思いますがですね、このペダルはでもベートーベンの意図にかなっていないんです。我々は今見ましたよね。ベートーベンの自筆のメモ。自筆って言ったら強いですよね。もう一回見ましょう。もう楽しい。エリーゼのためにのもう一回戻してみる。ベートーベンがこのペダルを書いている。先ほどのパリの1905年版はこれを知らなかったでしょう。きっとしょうがないんです。時代がね、まだそんなあちこち簡単に聞きできるだいぶ良くなったと思いますが、我々はありがたいことに文明は進んでいるわけです。文化の面において進んでいる、研究が進むということを、それを、ベートーベン研究においても我々のクラシック音楽ライフ、充実して、そのためにもね、ベートーベン直筆のものが見れるなんてすごいと思いませんか。ベートーベンです。ペダル3、4、5、6ペダルで離すと日産と3拍子までちゃんと分かって、多分ここはペダルがなくて天井でペダル123212345多分ベートーベンが書いたんでしょう。ペダルがないこと、ペダルがあることとないことを書き分けるベートーベンです。223ペダル223で2括弧ペダルなしで転調してというわけで、数え方はここは3拍子はそんな難しくないと思いますので、って言っちゃっていいんですか。2括弧でとさと12313123123で左手のこの123この伴奏形が非常に、ね、3拍子を感じやすいようにできていると思います。表紙の問題は戻るところか123123123ここは123でいいかな。ちょっと譜めくりをごめんなさい、今見えてなかったのか。失敗した。ここのところですね。123で、スラーが書いてあって、これもベートーベンが書いたのかな。で、ちょっと分かりやすいように、いっか。ここに1って書くのでいいか。37小節目のこのスラーが始まった36小節の1、2、1、どこだ ?2、と、さと、1と2とさとって皆さん数えると思うんですが、そういうのも利用してもいいかな。1、2とさとで、ミレメが始まる。で、ここから1、2、3、4、5、6と、例のパターンで、長いアウフタクトと言ってよければ、この12345 6を活用するといいのかな。123123123さあ左から12345613223というわけでですね、左手が初めて入った時か、入って左手のこのスラ終わりが1です。23456123233この数え方をおすすめしたいと思います。37小節の話でした。そうですね、この場所のペ
ペダルについてですが、ここはですね、ペダルなしで弾くことが可能です。あとは1、2、と、さ、と、1、2、3、話が聞きちゃうかな。1、2、と、ちゃんちゃんちゃん。これ、和音がたくさんで、いきなり難しいですよね。音数多いし。ね、初級者の方だと、何の音だろうってこの和音を探すのでも大変だと思う。でもこれだけ和音がいっぱいある時に、1、2、3、2、2、3、2、と、3と、1、3、今ですね、メトロノームで弾いたら多分合ってないと思うんです。でも、構わないと思う。なぜなら、転調します、ここで。明るい、ちょっと希望にあふれるというのかな。何かハッピーなことがあるかもしれないという、なんかその予感をこのたくさんの和音の音で転調しながら、F ではヘ長調の行くわけですよね。その時に1、2、と、3ととしっかり数えていきましょう。1、2、3ね、ここから1、2、3数えていれば、2、3、2、2、3、1、2と、3と、1、2、3、1、2、3、3、2、3、1、1、2、3、3というふうに、数えていれば、多少ここで少し時間をとってもルバートと言います。メトロノームに合ってなくても逆にこの大事に転調するよという表現が可能なのではないかと、私からはお勧めさせていただきたく思います。数えていると結構ちゃんと数えるんです。正しくすると自由に弾ける、数えるなんて不自由じゃないか、全部ぴったり数える、ちょっと大変かもしれない。でもちゃんと数えている子で1、2と3と1、2、3、逆に自由が手に入れられるという、この色即是空、空即是色、不自由なようでいて自由。クラシック音楽は楽譜があるからもう自由に弾けないようでいるけれど、楽譜を通して楽譜通りとは何かっていうことを突き詰めた時に、結構ジャズより自由であると。ジャズは自由にどんな音を弾いてもいいけれど、でも結構実はこのテンポ感においてはもうルバートとか基本許されない、インテンポで進むというこの不自由さがある。自由であるようでいて、テンポ感で不自由なジャズ、楽譜に束縛されて不自由なようでいて、でも実はそこから自由な時間のこのちょっとしたルバートの魅力ができる、この、不自由自由、余計なことを言いました。数えましょうという話でした。この中間部ですね、F では第1回目の中間部、この曲は説明しましょう。ロンド形式と言われます。さらに詳しく言うと小ロンド形式というふうに言っていいかなと。これ側に A メロって言っちゃうとちょっとポップスになっちゃうんですけど、 A の部分でやると、書きましょう。この曲の形式についてになっちゃったら大丈夫かな、ついてくれるかな。ついてくれるっていうのは何のこっちゃ。面白く思っていただけますか。 A の部分です。ざっと言いますね。すると、だからなんだっけ、小ロンド形式。なんで小ロンドかっていうのは後でじゃあ言いましょうか。そして A の部分は繰り返しとかいろいろありますが、基本ミレミレミシレドラってところで、じゃあどうここの今説明していたところ、25、4、3、22小節っていうのかな。この2括弧のところから、この正確に言うと、このもう書く場所なくなっちゃった。このアウフタクトですね。トーサントっていうここからこのアウフタクトを含めてB の部分、こういう風に書いたつもりです。B の中間部、一つ目の中間部があって、どこからじゃあ A に戻ったって言ったらいいんでしょうね。どうしましょう。分かりやすいから36、37、38、39の部分って言っていいかな。
39小節、そう A2 とすると、先ほど説明したここが37、1、2、3、4、5、6戻った。これが A の2回目というふうに、書いてみました。シドレミソファミチホツェドゥアになったり、このミミミでずっと同じです。同じです。ミレドシラの、ね、ベートーベンの書いたレドシ1、2、3、2、2、3、3、2、3。OK。このララララララと、もう楽譜で見てても一目瞭然ですね。ここで何か変わりますよね。なんかベートーベンがイライライラ、ムカムカムカ、どん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 、ドキ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 。これを C の部分というふうに言ってよいでしょうかね。はい。2つ目の中間部。というわけで、このドドドドドドの下りがあって、ヒューラダミラ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 ヒュー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 と、このアルペジオが後で音出しますね。それとも出した方がいいかな。ヒュー長いペダル。絶対戻りますよね、ここで。というわけで、ここが A の3回目、83小節です。はい。そして、この曲、はい、またツェードゥアがあったり、ミミミミがあったり、おしまい。おしまい。A3 でおしまいです。だから、小ロンド形式というふうに、言っていいと思います。ロンド形式って言ったら、この A3 の後にもう一回 B の2回目が来たりするんです。ね、B が B1 と B2 があって、で、また A4 があって最後コーダになるとか、結構大きいですよね。A、B、A、C、A で終わってる。もう一回 B、A とか、あるいは B コーダ。そうですね、だから、B が2回出てくるのがロンド形式っていうふうに言ってもいいのかな。ただこの場合は B の部分と C の部分、このムカムカムカの C の部分のこの2つの中間部があっての、でも A の部分がこうね、何回も戻ってくる小ロンド形式というこの曲の形式についての説明までさせていただきました。B の部分難しいですよね。というわけでしっかり数えれば、時間とって構わないこの始まりのアフタクト。ト3と1、2、3、2、2、3、1、3。ペダル使ってないのがわかります？こちらの動画を見てで、もちろん動画で見ていただくときに、この画面の右上見えますよね。この黒い部分は、はい、説明が遅れちゃった。ダンパ。この、わかります？踏むと、ペダルがダンパーが上がって弦が全部解放されて、ペダルを踏んでる状態になる。ペダルを離すと、ね、音止まりますよね。ペダル踏んで離すとダンパーが降りる。踏んで離して踏んで離して踏んで離してという、これがペダリングをですね、見ることのできる。しかもこの、ね、ペダルを使ってない状態っていうのは、個々の弾いてる音だけのダンパーが1個ずつ上がってるのが目で見えるでしょう。これによりペダル使ってる使ってないがね、しっかりと確認できるという工夫をした画面になっております。で、ペダルをね使ってなかったと思います。どうぞ繰り返YouTube は左側の画面の左側をちょんちょんってダブルタップすると10秒戻る。10秒ですよね。戻る。で、20、30、40秒ってこうやって戻れますので、どうぞわからないところは繰り返し繰り返しというか、あれってちょっと戻ったりして何回も聞いてみてください。YouTube のチャンネル登録とかしていただけましたら嬉しいです。こちらの動画気に入っていただけてたら高評価の方もよろしくお願いします。というわけで、ペダルはここは使わないでも、弾けますが、使いたい人はどうする？私は今日ここで説明できません。実はじゃあ使って
りますが、ペダルでここはですね、今自分でどう踏んでるかわからない。今どう踏んでたんでしょう。この細かくいろいろハーモニーに沿ってちょっと足したい、もう味付けのペダリングをしております。ベートーベンは書いてない、だからペダルを使わないわけではありませんが、ここはご容赦ください。今どういう風に弾いてたのかな、後で自分でも見てみよう。ただ一つだけじゃあ最後言えることは、ペダルをもし使わなくてもこれは裏技としてお伝えできることがあります。ト3と1、左手ですけど16分譜で書いてあるから、この通り弾かなきゃいけないかというと、クラシック音楽には裏技があります。今ペダル使ってないのはダンパーで分かりますよね。ほら、これが踏んだ状態だけど、私は今踏んでないけどちょっと音が伸びてると思います。このちょっとなんかこれ本当に伸ばさないとこうここにちょっとおまけをつけるのが、この下の小指の音を長めに伸ばす。ちょっと言い忘れないように私メモしといたんですが、これをフィンガーペダルと言います。指でカタカナで書いちゃいますね。フィンガーペダルという技があるんです。することで、このバスの音を伸ばすことで、いよいよこの和音としてこの伴奏が、このファラドファセレサブドミナント、濁ったドミナントだったり、こういう時もどうしてるかな、なるべく長めに私弾いてるかもしれない。こういう音たちを長めに、この下の音ですね、こういう音をちょっと長めに弾いてという、これは楽譜通り弾いてないっていうふうに指摘されるものではなくて、裏技なんです。ハーモニーを豊かに聞こえるためのこういう伴奏音形、こういうね、ちょっとどう聞こえるのかな。これはこれでもう可愛く聞こえるかもしれない。こっちが好きって、こっちのがすっきり聞こえていいという場合はこうしてもいいし、もうちょっとゴージャスに弾いてみたいなと思った時にというわけで、これはどっちも、間違いではないという伴奏音形のクラシック音楽におけるアルベルティバスなんて今名前ついてますよね。その名前ついてる音源なんです。アルベルティバスです。これはアルベルティとはちょっと違うけれど、にちょっと近いかな。このピアノ演奏におけるおいて、こうやってね、和音をばらすことでハーモニーを作るという、コツでした。後で和声のことを最後にまとめて言いますね。転調してペダルなしでも弾けます。ここはその前に説明していいかな。皆様ご安心ください。ここドレドシラです。これで苦労してる人多いですよね。弾かなくていいですって言っちゃっていいのかな。ベートーベンはドレシドでそのままでいいよという、この32分音符は頑張って練習しましょうところがレドシドっていうのは、私が調べたところはこの1905年のパリピエール・ルフィットバン、どういう意味かな。フィリップじゃないのかな。ごめんなさい。こちらの版 IMSLP から取ってきていますが、このアイ・フィリップさんっていう人がどうも皇帝っていうのかな、手直しを手を入れているということで名前が見えます。
で先ほど言ったこのペダルがベートーベンの直筆と違う、この短い1小節の半分しかないペダルという。でこの方が私の調べたところによるとこれを入れたんですね。ここね書いてますね。ディミルね、なんかいろいろ書いてあります。クレッシェンドやスラやディビリネンドはフィリップさんが書いたものということで、ドレドシドレは多分ベートーベンではないと。どうしましょうね。ただこういうカデンツっていうのかな、このサブドミナント白くこういうカデンツの最後に装飾音をパッてこう入れるというのはバロックなんかでは大いにあり得る、クラシック音楽において大いにあり得るベートーベンの初期の曲においてもあるんじゃないかな。カデンツのところでよしこれはトリラを入れようと。ベートーベンもあります。ここはやっぱりトリラ書いてないけれどこっちかオーパス106という大変な話になっちゃった。オーパス106、29番ハンマークラビアソナタっていう大変な曲がありますが、4楽章のこのここにトリラがテーマについている。4楽章はフーガなんですけど、このトリラをどこで入れるかどこで入れないかっていうのを書いてないけど入れるということはオーパス106ですからね。だいぶもう後期のベートーベンにおいてトリラ入れる入れないはもう最後までだから、これを全否定する必要もないかなと。弾きたい人はいいと思います。エリーゼのためには絶対こう弾かなければならぬという絶対はありません。ないです。ないと言いましょう。ただ原点版というこちらの版を使用する勉強知っておくことで、あとピアノの先生方はね、子どもたちに教える際にやっぱり本物を知っておいた方がいい。本物というのは今日我々の確認した本物はこのペダルですよね。この123ペダル離すっていうのはこれはもうベートーベンの意思です。ね、こうすることで3拍子とペダル、今も出てますよね。3拍子の数え方、ペダルの使い方、これはベートーベンの意思です。だからそうじゃない楽譜というものはこれもいい勉強になります。もし楽譜に違うことが書かれてあったら、楽譜にはいろんな種類があって、この原点版って言ってすごく研究されているものや、あるいは名曲アルバムとかだとそういう調べとかがされてないでこう間違って書かれている楽譜というものもあるんだよと。なのでこのエリーゼのために書かれているこういうちょうどいいかな、今話しちゃいましょう。こういうマークですね。じゃあこっちがいいのか。この1905年にフィリップさんというアイっていうねイニシャルなんて読むかわかんないんだけど、この人がこうクレッシェンドデクレッシェンドつけたりねっていうのが全部合ってるかどうかわからないです。悪くないかもしれない。もう一個別の版で私が持ってるのは1915年版のロンドン版ね。見るとこの版によって違うわけです。このクレッシェンドデクレッシェンドがパリのこっちだと3456途中で34中膨らみをするという、これがいいかどうかっていうのも後で検証しますが、でかと思えば345613こうやって31拍目をちょっと強調しているようにも見える。こちらがロンドン版というわけで、もう1900年の初め20世紀冒頭の時点でも解釈がいろいろ出回っているという、もうね楽譜がどんどんいろんな改ざんという悪い言い方をすると、ただエリーゼのためにこの曲はもう曲名からしてなんでエリーゼなんだという問題もありますし、ベートーベンの実質譜がもう消えてしまったそうです。なので初版版のこちら1867年のこれもう本当 IMSLP でこうやってプリントアウトできるのですごいですよね。これがもう一番最後にたどれる、この全曲が全部書かれているという意味で、そして
そして先ほどからお見せしているこちらのじゃん、自筆のスケッチなので、もうここら辺しかないそうです。次のページ見てももうぐちゃぐちゃぐちゃで、私さっき読もうとしたけど読めませんでした。てか多分もうエリーゼじゃないのかな。もうちょっとそれはね、そういうふうに言わせていただきます。スケッチと言われているゆえんです。ここら辺だからベートーベンの最終的意思はわからない。だから一つですね、原点版というものをこちらを持って、そして他にいろいろ書いてあったらそれがいいかどうかっていうのは生徒さんとその場でここはね、でもペダルは1小節ごとにしましょう。これは自信があります。もしそうじゃあこれは大事な話ですよね。こういう楽譜が目の前にあったら、ペダル離す、ペダル離す、ペダル離すっていうふうにあった時に、でも実はですね、このベートーベンのここは研究されてて、ここは踏みっぱなしでいいんでにしましょうって生徒さんと一緒にこうやって1小節丸々踏むことでね、そしてここではペダルを離すことでとても三拍子が分かりやすくなるようになるから、音楽としてもいいし弾きやすいとも思いたい。なのでこういう楽譜があった時にはこうやってくしゃくしゃって書いて訂正して、もう全部訂正しなきゃいけない。はい、これもいらん、これもこうやって、私は A 型気質なのか、始まるとこうやって全部やりたくなるんですけれどね、こういうふうにしっかりと、あるいは原点版使ってみるとか、使う楽譜は相談してみて。ペダルはというわけでこの通りでした。いろいろ喋りすぎてるかな。どれぐらい経つんだろう。もう40分。はい、ペダリングについていかがでしょう。中間部もペダルは C 中間部ですねの弾き方やってみましょうか。ちょっと前から行くと223ペダルなしで3拍子が聞こえますよね。123ペダルは使ってないです。なしで弾くのも難しいかもしれないけど、で長いペダルっていうふうに戻るわけなんですけど、全部見れなかったですね。今失礼しました。というわけでここのペダルも残念ながら私はペダル使うのまだ難しい人は無理しなくても、ただ右手でなるべく長くしっかり和音で歌ってあげる。ベートーベン怒ってますね。いよいよ怒ってます。頑張って。ちょっと長調になるけどっていう風に弾いてもいいのかなと。もしペダルを使える人はどうしましょう。こういうこの同じような和音を弾くときに一瞬踏みたいような気もするけど、ペダルを細かく踏み替える、非常に味付け程度のペダルを使えるのかなと。踏みすぎると私は問題あると思ってるのは、ペダルというとこちらの版だったかな。1915年のロンドンの楽譜を見ると、確かここだったかな。それよりも失礼、ペダルを批判するという意味で、批判するためにってなんかひどいこと言ってるかな。でも大事な勉強なので、ここからペダル
ャビャって言い始めたと思いますが、ここまで長いペダルというのはちょっとあと給付が聞こえないという問題がすでにあるんですね。このおしまいの音になっているはずのこのラの音、この給付が聞こえないという時点でちょっとペダルの問題踏まない方がいいのではないかという話があります。でこれをこのララララララを果たしてレガートにする必要があるのか、このティンパニーがトン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 ティンパニーがララ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 あってできないですよね。そうだ、あるいはチェロがやっぱりこの細かいこう行ったり来たりっていうのは決してモルトレガとベタ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 っていうふうには弾けないかな。やっぱり軽い、ここに書いてある通りこのポルタートね、スタッカートとスラが書いてあるトン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 
和音が和音ごとですね。このペダル問題あるのはここの今見えてますかね。これはアウトです。これはドミナント四六と属七とトニカという異なる和声なので、それを踏み続けてしまうというのはこの時点でちょっと問題ありかなというペダリングに見えるわけです。もしね、目の前に生徒さんが持ってこられたりする楽譜やご自分の楽譜にこれはおかしいんじゃないかなと思ったら、大いにこういうふうにこのペダルもちろん踏み替えなきゃダメだよなと思ったら、こう自分でそうやって目の前にある楽譜がだからね、ベートーベンの実質じゃないから価値がないって言って全部それをもう捨ててしまうとか、そんな極端なことは言う必要なく、これは違うかもしれないと思ってペダルを書いたベートーベンは書いたかもしれない、書いたんですけれど、だけどその他の細かいところでベートーベンがどう書いたかまで伝わってないこの中間部のペダルとかは初版版にもこちらですね。こちらが初版版1867年。面白いですね。こうやって省略記号で書いてある。ララ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 ラってこうです。ペダルがないですね。なんか初版版はペダルが書いてあったりペダルがなかったりと、これね、この書いてないからここはペダルなしで弾かなければいけないとか考えなくていいと思います。初版版はいろいろな不完全な部分があるので、ペダルの書き損ねというのかな。ところがじゃあ最後にペダルの話をすると、ここだけは大事なペダルのお話ですが、この123この四分音符と八分音符には気をつけましょう。後で言うかな。ここから77小節見えますね。ペダルこれは初版版にも書いてある、そこを踏襲してるんじゃないかな、多分。そうですね。そうです。今お見せしましょう。ここからペダル223に踏み続けて変えないで、ここで離して123というふうに戻るわけなんです。これは初版の楽譜においてもここですね。これは8オクターブっていうんで、ここ真ん中にペダルって書いてるのがいかにもベートーベンの実質譜から取ってきたっていう感じしますよね。さっきのスケッチがそうでしたよね。右手と左手の間にペダルって書いたんです、ベートーベンが。ペダル22332323323ここで離してね、丸マークでペダルで丸という、この今ね初版を見ながら弾いてますが、
きっとこの初版はですね、ルードヴィヒ・ノールという研究者が見つけてきた楽譜だそうです。で、ペダル丸って書いたのは本当ベートーベンのスケッチと全く一致するわけで、この人が嘘で出したんじゃないと思います。自筆譜があったんでしょう。ノールさんの初版の話にさせていただきますね。ここのすごいですよね。古いドイツ語ってこれすごい読みにくいんですが、ここにこうよいしょ、見えるかな、こうしてfür Elise am 27. April 27 April für Elise で Erinnerung vom LB ブトゥブトゥベートーベンの略ですね。というのが見えてなかったかこれ、ね、ルードヴィヒファンブトゥフンですルードヴィヒファンベートーベンのこういうふうに書いてあって、もう一個これはこの楽譜はebenfalls aus dem Nachlass der Nachlass っていうのが後に残されたっていうふうに直訳していいですか。要するに遺品というふうに言っていいでしょう。誰のかで、フラオある婦人の、はい、でここです。テレーゼ・フォン・ドロースディックディヒカ、これだから古いドイツ語は読みにくい。ゲボルツナメ・マルファッティ、テレーゼ・マルファッティさんの、遺品が残したものとして、ここにこのノールさんのこの初版にこういうふうに注釈が書かれているわけなんです。テレーゼ・マルファッティさんが持っていた楽譜をルードヴィヒ・ノール、先生、音楽学者の先生が見つけてきた。その自筆が消えてしまったっていうのが残念というか、どこ行っちゃったんだろうと思うんですが、でもこのペダル丸というこういう書き方からして、いや本当にきっともあったんだろうなと信じたいところですね。というわけで、ここのね、ペダル踏み替えたりする版はありますか？あるんですか？ありますね。こちらはこの1915年ロンドン版を見ると、これで見えるかな？ペダル離してもうペダルなしで、しかもスタッカートになっちゃってるとか、踏み替えるね、今のやっぱこれはベートーベンというか初版とは違いますので、こういうのを見つけた時に我々は知っておきましょう。これは長いペダルで、ここでこういうふうにペダルを離すという、この小説頭でいいと思います。この最後のミレミシレドーラ、この3連符から普通の16分音符に戻った時にペダルを離すという、こういう楽譜があった時にはこうやって訂正して書いていいと思います。こういうふうに、お手元の楽譜を使ってみるのはいかがでしょうか。というわけで、長いペダル、ここは最後にもう一つだけご説明させていただきたいのは数え方ですね。先ほどから私何回かやってる1、2、3、3と同じ形が3回繰り返される。で、ここから1、2、3、2、2、3、3、2、3、この半音階が始まるところをまた音形が変わるので、ここを1って数えるのがすごく私はおすすめなんです。というわけで、書き込み解説でしたね。1、2、3で、2、二重丸の2、2、3、ちょっと省略します。3、2、3って数えて、1、2、3書く場所がない。ここでいいか。2、2、3、3。この3小節目っていうのかな。さとにとさとで、またおしまいになるわけか。1232233ね、ここからまた32332345 6と最初に
ご説明させていただいた数え方に戻ると。こういう数え方はいかがでしょう。1、2、3、2、3で、ここでね、ペダルがパッてなくなった。今までのうわーってもう無限の彼方、無限ってなんだ、無限、有限なこのアルペジオにペダルを使う。ね、こういう曲をベートーベンは書くんです、本当に。アルペジオで長いペダルを使って踏み替えて構わないですから。こういうもうお化けじゃないけど、どこまで長いペダルが使えるだろう。こういう風なね、長いペダル、ベートーベンにおけるこういう音がベートーベンにあるんだっていうことをエリーゼのためににおいてすごいですね。もし初めて弾くベートーベンがエリーゼのためにっていう人はたくさんいるかもしれない。その時に覚えちゃいましょう。77小節からの3たす2、5小節における長いペダル。ベートーベンはペダルを使います。この長いペダルのぼわっとした夢のような世界、悲しき失恋の痛みはこの悲しきアルペジオに乗せてふわっと、もうこれでこの恋は終わるかみたいなで悲しいっていう風になるわけなんですね。さて最後はもちろんのレドセラで終わります。ここまででどれぐらい時間がかかっちゃったのかな。1時間を過ぎてしまったか。本当にご視聴いただきありがとうございます。どこを変えるんだっけな。和製の話を最後にさせていただきたく思っておりますが、ここから見ていただいても大丈夫ですよ。 YouTube の方どうぞ下に目次キャプションをつけておりますの必ず私つけますのでどうぞご利用ください。見たいところへ飛んでいただくとか、和声について今1時間過ぎてるんだ。もちろんこの曲はラドミララの音が主音となるアーモールですね。なのでこういうところに小文字のアというふうに書くのがおすすめです。アーモールです。で途中で転調します。そういうこともじゃあまあいいか、調べながらアーモールの34561確かにアーモールの音がしている。この3456っていうふうに数えるこの悲しげな音の和声的理由というかなっていうのはミラシドレミ第5音っていうのは、ドミナントというふうに説明してよろしいでしょうか。属音とか日本語では言うと思いますが、ドミ、これです。属音、属する音に対してラ、この第一音というのが、これが小文字の t と書いて単調の、とにかく表す手話音ですね。で、このラの音というのは第一音。こういうのはこっちに書いた方がいいか。手音と言われるわけですね。第一音、第5音だったりという、そうですね。というわけで最初にドミナントハテナドミナント、そうですね、もうずっとこのドミナントっていうハテナの気持ちが表現できる音なんじゃないかなに対して、悲しいなというトニカに落ち着く。なぜ振られたかと、なぜ振られちゃったんでしょう。誰に振られた。先ほど名前の出てきたテレーゼ・マルファッティさん、ここですねにベートーベンは1810年の時にこのマルファッティ一家と知り合って、ここですねだそうです。で
このその長女であるテレーゼさんに、当時18歳だったかな。でベートーベンは40歳ないし39歳っていうふうに私は思うんですけれど、なぜならベートーベン1770年の12月生まれだから。そうなんです。だから70年の終わりまでまだ40歳になってないんです。なのでだから1810年っていうふうにこれ決定されたのかな。10年の4月ってことはまだ39歳、細かいこと言うと、だから39歳のベートーベンと18歳のテレーゼさんのお話みたいですが、結婚もちろんしてないですね。ベートーベンは生涯独身だったので、その悲しみというかで、その悲しみをですね、こうやって曲にして渡すって、ベートーベンもよくやるパターンなんです。恨みつらみを込めたこの曲というふうに、これはジュリエッタ・グッチアルディという女性に検定されています。でそれは素晴らしく素敵な女性だったそうですが、とてもデンジャラスな少女って18歳も20歳になる前で、もうあっちこっちの殿方を魅了して回ったセンセーショナルなウィーンの社交界に先進賞を負け越したと言われるジュリエッタだそうですが、ベートーベンは彼女に告白したそうです。求婚っていうのかな。でそれでイエスと言われたのかどうだったのか。でも結局ジュリエッタは誰だっけ、なんとかっていう別の人とパッてあれって思ったら結婚しちゃう。もうめちゃくちゃ怒っているわけです。結婚するって言ったよなと。あなた、私のあの言葉、この心どうしてくれるんだみたいな、この怒りをぶつけるっていう風な曲として言ってよければ、こちらもです。いきなりこれもこの熱情ソナタオーパス57も検定された先はフランツ・ブルンスビック、フランツ・フォンだったかな。これは男に失恋したって考えないで、フランツさんの、姉妹にあたる妹だったかな、次女なんです。そのブルンスビック家のヨゼフィーネ・ブルンスビックと4年越しのっていうかな、だから1804年から7年っていうふうにさっき調べたら、すごく大事な、ベートーベンにとっての大事な恋愛の時期にもう名曲がじゃんじゃんできるっていう、そのロマン・ロラン曰く傑作の森と呼ばれるですね。それがでも結婚したかったんです、ヨゼフィーネと。ヨゼフィーネは未亡人となっていて、もう一回再婚するチャンスではあったんです。で2人は本当に相思相愛であったと。だけどブルンスビック家みんな、フランツ・ブルンスビックもベートーベンとすごく仲良かった、親密だったと。ベートーベンがフランツのことを弟のように可愛がって、だけど結婚はダメ、やっぱり家族で相談して断念だけど、みんなベートーベンのこと大好き。長女のテレーゼ・ブルンスビックっていうのもいますからね。テレーゼ、24番のテレーゼ、この曲もテレーゼさんに捧げられていますが、これもですね、フィスドゥアシャープ6つというちょっと痛々しい調なんですって。こう昔の調律で弾くとなんか非常に気持ちの悪い音がするという噂を聞きました。これはちょっと嫌がらせ、あなた素敵だけれど、ちょっとこの嫌がらせのようなシャープ6つという調整でテレーゼさんに検定する、これはこういう解釈も成り立つという話でよろしいですか。これが絶対かどうかは分かりません。だけど結婚に反対したこの長女テレーゼと、あとその長男フランツに捧げられた、お前ら俺たちの結婚邪魔しただろうというこの怒るですね。
ですね。もうなんでだなんでだなんでブツ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 というのはまさに同じ手法がこの曲においてもこういうふうに使われているわけです。これが1810年。熱情ソナタは1800何年だったかな。後で、概要欄に書いておきますが、それより前です。1805年かな。6年かな、7年かな。ごめんなさい。というわけで、この曲の背景ですね。やっぱりテレーゼさんに振られてしまった。テレーゼなのか、エリーゼなのか、それはもう、もう、実質譜が、消失してしまったということでもう調べることができない。だからこちらにあるこの、ルードヴィヒ・ノール先生になっちゃったの書いたこのここですね。フュア・エリーゼというここの説明書きで、テレーゼとエリーゼと、いうふうに書き間違えたんじゃないか、あるいはそういうふうに読み間違えたのかという、もうこれがその証拠となる文章、最後にたどれるベートーベンの実質譜の、ところだそうです。テレーゼ・エリーゼの話はよろしいですか。というわけでもう一回和声戻りますね。だからなぜあら悲しいなと、なんで振られたんだろう、振られたな、悲しいなって聞こえる、この和声感を説明したく思ってたわけなんですね。この第5音がドミナントハテナ、なぜ、振られたのかなと。でラで終わるというこの主音で終わるのを前終詞というふうに、トニカで終わるこのフレーズというのかな。このフレーズの終わりと言っていいでしょう。休符があるから。長い青二クトのようで前終詞トニカで振られた。ああ悲しいと。こうすると幸せ。振られないで付き合えた。嬉しいって聞こえちゃいますね。というわけで、付き合いました。イエスって言われたという長調なのか、ノーと言われて振られたなのか、この単調か長調か、今ので聞こえたらいいんですけど、とにかく単調のこの曲は当たり前に振られた音楽の前終詞というふうに感じてみましょう。前終詞は減衰するとおしまい、悲しい、振られたというふうに表現できます。で、はてな、ここはミソシのドミナント第5音、ドミナントという和音になってこの短いですけどフレーズが終わっている。ドミナントで終わるっていう非常に中途半端な感じがする。こういうのを半終詞と言います。なぜだろう、なんで振られたんだろう。でまた前終詞のトニカだから悲しいや、悲しいなというトニカにまたここで前終詞をしているという、もうこのニュアンスをですね、ぜひ和声感としては説明することができます。で、やっぱり前終詞してハテナになってで繰り返しますというふうになるわけですが、ですね、前終詞半終詞を、はい、もし勉強しっかりしたい方はこうやって全部こうやって書いていっても、シレドーラ、ここら辺で減衰でいいかな、レドシラ、この1カッコのところもしっかりと前終詞、前ってどこに書くかっていうの迷いますけどね、なるべく上に書きたいとは思っておりますが、この1カッコで今注意していただきたいことはペダルがなしです。なし。
そうなんですよね。ペダルがなくなることで左手の和音もこのおしまい、こうやって休符が初めて、左手の休符が初めてはっきりと聞こえるという、この左手の前終詞というのも感じてみるのはすごくいいかもしれません。今まで書かなかったのはペダルで、ベートーベンによるペダルで長い響きが作られてるから、あえてフレーズというよりかやっぱ伴奏としてのこの役割が強いけど、最後にはおしまい。ここでペダルがなくなってるということも、こういう音のニュアンス、左手まで吸っていなくなったぞっていう、こういう音楽性としてこう読み取ってみるのもいかがでしょう。クラシックというのは本当に絶妙に書かれた設計図です。ペダルのありなし、リリースのためにおいて、もう非常に意味のあることと思われます。だからここから弾きますね。ペダルで前終詞して、前終詞でそのままね伸ばしておいて、3四分音符からそのままもうメソメソつなげちゃいましょう。つなげてもいいかな。待ってください。ここで休符を聞いて右手だけになってつなげて、前終詞半終、トニカを感じて、4、5、6がドミナントで、ハテナでペダルを離すと1、ここでセードゥアの音がしますね。そのナチュラルが聞こえている時点で、ソシャープというのが今まであったのがアーモールの同音なんですね。同音主音という非常に強い力があるから、アーモールとして成り立っていた音楽が、ソシャープではなくなることで、これでもう明らかにもうセードゥアであるという、セードゥアの大文字トニカというわけで、シドレミ、この辺りかな、この辺りで大文字のセードゥアに転調したよというふうに感じ取っていいかなと、こういう説明でよろしいですかね。前終詞2カッコは、そっか、こういうことも気をつけてみましょう。2カッコの方は要するにラス、ここで左手だけの前終詞になる。1カッコは左手が消えてるけど右手はつながってラミとつながる。2カッコの場合はここは8分で左手1本になって、すぐに右手だけになって、一瞬左手のこの音だけになる。伸ばしておいてラシドレミって間違ってもつなげないようにしましょう。これは重要ポイントだったかもしれないね。一回おしまい8分音符で離してシドレミ、左手もこれもラミラ前終詞をしたら、ここ右手の瞬間にはもう離している。こういうふうに音を離すタイミングにも注意しましょう。右手を離して左手を離してセードゥアになって、休符がないから終止形を書くのはやめよう。だけどあららら、またラドミラ、またアーモール、やっぱりもちろん冒頭へ戻るアーモールの音楽にもうなっちゃってますね。このミミ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 も、これもハテナというニュアンスが聞こえるはずです。これはすでに第5音というふうに、こっちだ、こっち、失礼、上の音は C だからちょっとまた違う音だのでですね。ここはもうアーモールに聞こえる。するともうこの時点でなんと一瞬の儚い喜びだったことでしょう。セードゥア、たった2小節
とちょっとかな。一瞬の何をベートーベンは期待したんでしょうね。二括弧で喜び、もしもあなたと結婚できたなら、だけどもやっぱりダメだ、どうしてもダメなのかな。悲しい、前種子反種子というですね、儚い一瞬の、もしも結婚できたなら、もしもは非常に短いというふうに情緒を感じてみるのでは大事なことですが、いかがでしょうか。でもすぐさまアモーレと戻ってしまう。ミレドス、そうですね、ここから長くね、給付がなくて、ここで初めて給付でハテナ、おそらくこれはドミナントとハテナに聞こえるから、ダメなのハテナっていうニュアンスを感じることが大事でしょう。二括弧ツェドゥはドミナントからアモールへ戻っちゃって、なぜにこれもレミ、このミレこの音がなんか皆さん、多くの方に興味を抱かせるミレ。これもですね、レシャープっていうのはラシドレっていうゲゲゲの鬼太郎みたいな音が聞こえるってことでいいですか。子供たちわかるのかな。このラレ、これ非常に気持ち悪い、鬼太郎は妖怪なんですよね。非常に気持ち悪い音から使われているのは、あれ見事な表現なんです、音楽として。ラシドレがヨドである4の音ですね。なんですが、普通はラシドレミレです。レのナチュラルが普通の音、レがレシャープになることで、このゾーヨドという4の音で、この主音から数えたゾー4という悪魔的な音と言われます。これそうか、その説明になっちゃった。この音は主音から見たゾーヨドの音。ゾーヨドというのは、ちょっともうざっと言うだけ言っちゃいます。3000音、見えてるかな。3000音あると呼ばれる、何のことかトーヌスというのが言語、ラテン語での言い方で、3つのトーヌスが3つの音、何言うとか、ラシ前音で、シド2つ目で、もう1個ドシャープレ、前音って3つの前音が揃った時に、この時に非常に気持ちの悪い増用度っていうものが現れる。これが完全ヨド、完全5度という、ちょっと条律が悪いな、残念。この完全音程って言われるヨドと5度の間にあるこのレシャープ、これはもうさらに書いちゃいますけど、ちょっとここに書くしかなくなっちゃった。ディアボロディムシカと、音楽における悪魔と呼ばれる音です。これをテレーゼ・マルファッティさんにベートーベンが捧げたっていうことは、この時点でもこの悪魔的な音が、悪魔の音が聞こえてるという、振られたうらメシア、うらメシア、やっぱり裏メシアになっちゃった。うらメシア、裏メシいいんです。ここにこの5の音とゾーヨドのこの4の音を半音で言ったり来たりすることで、うめしやという裏飯い気持ち、お化けになっちゃった。こうすると裏気持ちを表現しているというふうに、和声解析からこんなことまで喋り始めてしまいました。
た。恨めしい気持ちでこの曲をよくも降ったな、畜生って思いながら、4、5、6が振られちゃったのなんでだろう、悲しいなって和声のことを勉強すると本当にいよいよ私もいよいよこの曲の雰囲気っていうのがより表現できるような気がしてくる。和声ってすごい重要で、希望よと、きっと結婚できたはず、やっぱダメだな、なぜだろうなって一瞬結婚できるかなと思ったのに、恨めしいやという曲になっております。前終詞と半終詞と、ここも1カッコは離して精度合い戻る。こちらですね、20、21、22小節の1カッコのところも、これも上と一緒というふうに今見えてるかな、ギリギリ。というわけで右手を離す、左手もすぐさま離すという前終詞という同じでよろしいですか。というわけで2カッコに行きます。前終詞を右手がするのか、前終詞で1、2、3というわけで、ここでこの B の部分はいきなりこのシフラットのミソセドをこの属七ドミソC7 スっていう音が聞こえる時点で新しい属七の音に聞こえる。ドミナントの7の音に聞こえる。何調のかと言ったらちょっともう書く場所ないから真ん中に書きます。F ドゥアです。F ドゥアに突如転調するという、これが最初の中間部ですね。右手は前終詞、左手ももう一回前終詞書いておきましょう。ここ前終詞して前終してはてなで前終詞して前終詞でやけどというわけで F ドゥアの音楽に聞こえるこの辺りに F と書いてみたり、そうだ、だからツェードはアーモール、こうやって段の間に全部こうやって書くことでこの調整をですね、勉強が充実すると思います。F ドゥアへの転調、ここで説明することはぜひですね、クラシック音楽一つここでどうこの和音を弾いててファラド、このファラドっていうこの装飾音の弾き方を皆さんどう弾いてるのかな。慌てて前に出す必要がないんですね。ここのドとファが一緒にあるように見えるけど、じゃあファラっていうのは前に弾かなきゃいけないかというとそうではないんです。こういうのは非常に大問題のクラシック音楽における装飾音の解釈の仕方。こうジャンジャンジャンときたらファラドのこの、前が忙しい音たちです。この後ファラドーってたくさん時間がある。十分に後で時間もありますし、このファの音と装飾音の頭の音と左手を一緒に弾いてファラドをファラッと前に出しちゃわない。するとちょっとせわしないというか、落ち着かない感じになってしまうと思うんですね。しっかり揃えてというわけで、このドの音が後からたっぷり歌える。ドド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 ド、拳って言っても構わないです。拳、演歌歌手のですね、ドド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 、ファラドじゃないんです。ドドドドドってね、下からぐるって回して歌いたいような喜びを表しているような装飾音ね。ファラドって歌わないっていうのも今思いついたんですけど、ドドドドこういう風に
弾いてみることをお勧めいたします。ドファミミ、ここ綺麗な音ですよね。このファシレ、これが和声で言うと F ドゥアのこのファラドというのがトニカ、手話音になるとしたら、次は134の和音、ね、第4音 C があっての4の和音をドイツ風に書くと大文字の S、サブドミナント。そして今日初めて説明するのか、246和声解析をよりいいか、サブドミナントという音へは盛り上がりがあるというふうに学理の教科書にも書いてあります。こちらのね、サブドミナントへ向かって盛り上がって、でドミナントからトニカに落ち着くという TS、 これがちょっと難しいけど、ちょっと一応ざっと書かせてください。ドミナントになって、でまたファラドのトニカに戻る。でここでまたセイラ、ちょっと引っかかった音があっての、ここで全終止してるというふうにも見ていいでしょうか。 T、 サブドミナントへ盛り上がって、ドミナントからこの長いスラは大事に弾いてねっていう、このドミナントの高い音も感じてほしいけど、長いスラから降りてきてトニカに落ち着くという、この下降音形と和声感っていうのは非常によく合ってるわけです。ベートーベン天才作曲家です。音の扱いと和声感というのが見事に一致している。それを読み解いてみましょう。その時にサブドミナントへの盛り上がりがある。そしてもう一個、ここにスラーが書いてある。このクラシック音楽において古典の楽譜を見るときに、このスラーを大事、スラーの頭の音を大事にするという、大事にする、こういう音ですね。スラー、こういうふうに楽譜を、原点版の楽譜を見てみると面白いでしょう。こういうのはベートーベンがおそらく書いたであろうスラー、大事にしてほしい。そして学理の問題、ここファとミ、さっきからひどい音でぶつかってるはずです。ファとファが共和音に対してのぶつかりの音、この共和音、ファラドに入ってないであえてぶつける音を、ぶつかってるから私はこうバツと書いて、ファとミをこういう風に丸で囲う。サブドミナントファシレの音に入ってないで、そしてね、こう和声音に落ち着きを見せる、こういうのをイ音というふうに言います。イタリア語だとアポジャトゥーラっていうのかな。この共和音を大事に弾くという大事なクラシック音楽の伝統があります。大事に、だからクレッシェンドデクレッシェンドマークなんかつけちゃったりして、でそのぶつかった音が、ね、レとレでここで落ち着くと、この音の大事に弾いての原声、この魅力です。これを感じましょう。これが美しいと感じませんでしょうか。胸キュンって言っていいです。幸せよ、あなたと結婚できた時のことを思うと、私はなんて本当に心躍るだろうかみたいに、ちょっと F ドゥアの喜びですね。もしも F ドゥアというのは第6交響曲田園って言われるわけですよね。ベートーベンの本当に自然に対する喜びというものを本当に素直に描いた傑作だと思いますよ。本当にベートーベンの気持ちっていうものにどんどんリンクしていけると、長い曲です。長い曲ですけど、ラントロドットトントロドットロンテロロントトンテロドットトンテロドット、いつまでやるんだって感じがするんですけど、でもそれも聞いてて、なんか田園風景のいつまで続いて転調していく。結構私は聞いてて気持ちいいんです。ドゥビュッシーが猛烈に批判してるんですけどね、あんな田園があってたまるかって、あんなの田園の描写でも何でもないと。ドゥビュッシーっていうのも大天才ですから、ドゥビュッシーのイマジネーションのにでフランス人とドイツ人の差もあるでしょうけれど、あそこは時々ね、ドイツとフランスの喧嘩が始まる。ドゥビュッシーさん、私読んじゃったんだけど、田園
あんなの田園なんて嫌だって。で私はベートーベンの感覚非常に一生懸命そこに沿おうと思って勉強してると、いやまあデビュッシーさんにも私は沿おうとしてます。どっちもね。ピアノ弾きっていうのはそうやってね、いろんな作曲家のそういうところに近づいていく。ショパンさんにも私近づいてますし、勉強してますし、バッハだってなぜだっていろいろ何の話をしてるんでしょう。ベートーベンさんの F ドゥアのこの喜びというものを感じます。そしてこの不協和音のサブドミナントで盛り上がるこのイオンを大事に弾いて、ここのこれもファラドに入ってないシの音だからこれもイオンになります。なのでこの音もちょっとシって大事に書いて、ちょうどこのねシラに減衰するというのとこのアクセントっぽく見える、これちょうどよかったのでこういうふうにこの降りてきてるのでもう一回ドーンって弾くんじゃないけど、ラソファミレドシーラちょっとだけ大事にすると。あとは私が YouTube クラシック音楽道場として動画を作っております。ファソラシ第4音、ね、F ドゥアから数えた第4音というの246和声解析法でございます。サブドミナント系の第2音ファから、この場合 F ドゥアでしたね、から数えたソ2番目の音、4番目の音とレっていう音、ここでは出てこないか。この第4音246の音を見つけ出してクレスチェンドマークを書くと。これも246和声解析として私は手応えがあるのは最高音ですよね。このイオンとサブドミナント盛り上がってる中で、さらに第4音からって降りてきて第4音をもう一回引っ掛けてっていう、ここもですね、ここもやっぱり第4音なんです。なので盛り上げたいところですが、でもラソファミレドシーラでこう長い加工における第4音だからカッコやっちゃった。加工におけるカッコ何のこっちゃ、加工してきているからそんなに重要に大きくドーンって弾いたら変なんですよ。ラソファミレドシーラナンセンスですよね。降りてくるならここの4音は今ぐらいちょっと大事にしたいな。こういう時にカッコでこういうふうに書くことができます。246の音も説明しました。装飾音の弾き方ですよね。一つのコツですけど、ラソラセトラソラセト、ここは32分音符で慌ただしいですよね。なのでここも同じです。この時間が余ってる方に装飾音を寄せてあげる。このチャッチャッチャッチャ、この16分音符でこう忙しい時にとここで慌てて入れると、その慌てた音楽性って美しくないので、こういう慌てはしたくない。チャチャと123っていう風に弾いたり、1 2 3 1 1 2で3、こういう風にね、ラソラシドっていうのがちょっとこの速い音符なので、こういうのは前にねちょろっと出してあげて、こういうふうに装飾音は臨機応変、場所によって弾き方が変わってきますので、これもクラシック音楽の勉強として、よく覚えておいてください。どっちがいいかな、拍に揃える装飾音がいいかな、いやこの拍より前で弾いちゃう装飾音がいいかな、前に弾くか拍の上で弾くか、装飾音の問題です。で、前に出したトニカからここで、先を急がせてください。ドミナントのミラドっていうアーモールの音がアーモールですね。これもアーモールか、そういえばここで一瞬こう聞こえちゃうんです。これはですね、私は転調というふうにちょっと取ってみていいかなと思っています。なぜかというと、ミラード、これがアーモールにとってミというのは123第5音、アーモールの第5音のミラードとミサス、ドミナントのように見えるけど属
6、7ではなく、このミの音から数えた1、2、3、ドミナントから数えた4番目の音とミラド、6番目の音からなっているドミナント四六という和声になっております。ちょっとさすがに首疲れてきたな。カメラアングル。四六という音が使われると、これどうしても転調したように見えちゃうんですね。だけど、この瞬間も実はソドミという、こういう新しい四六の和音に聞こえるソドミというのは何調の四六かというと、セードアの四六。ちょっと分かりにくかったらここパッて巻き戻して何回か聞いてください。ちょっと先を急いじゃってますが、四六、アーモールの四六、サブドミナントともいきやセードアの四六になるよっていう。で、おしまいと、左手はおしまいという全終止をするという音楽性があります。というわけで、ここの和声を調べるとなかなか大変なんですね。で、そっか、レドラでしたよね。よし、やめた。このレシャープだ。この音に、このミレミレミ裏裏裏メシアというこの音の、ね、裏飯を裏飯い感じをちょっと一瞬感じて、だけどね、振られることなんかなかったら、僕はもうワク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 、もうヒューも飛び上がって駆け回るように喜びに満ち溢れたであろう僕は。だけどもみたいな。ベートーベン結構ハイテンションで走り回る頑強な体の持ち主だったと思いますので、喧嘩も強かったんじゃないかな、そんな言い方も、ね、まあそれはさておき、ここで一瞬のアーモールを感じましょう。で、四六を大事に、四六っていうのは大事な和音、わざわざ46というふうにパワーアップしてるというふうに言える音なので、クレッシェンドマークを書いて、これはラスドレミアーモールの第6音というふうに言えるかなと。で、レ、ラシド、第4音、左手、だんだん込み入ってきました。和声です。これが和声解析です。四六大事で、サブドミナントも大事で、セードアになるということは、面白いことにここはまたこれもやっぱちょっとこうやって転調の場所というのは、こうやって前倒しにどんどんこう前倒しに考えていくことができるんです。ここで急にセードアに転調したというよりかは、ミファー、ここはもうセードアとして考えると、この移行第4音なんです。アーモールにとっての第6音っていうのは2、3ねでしたよね。セードアの4であると。で、アシドレ第4音、アーモールにとっての第4音はセードアにとっての第2音であるというふうに、こういうのをエンハーモニック転調というふうにも言えます。このね、ちょっとしたね、レファラ、アーモールの4の和音はセードアの2の和音に変わって実はいて、そのままセードアの四六でドミナントトニカというふうに一瞬の微妙な転調をしているということをここで確認してみました。どっちにしろ大事なんですよね。大事です。だからほら、四六で盛り上がる。で、サブドミナント4と4の音、462、246の音で盛り上がる。四六の音で盛り上がる。ミファラドレシですね。右手のレはいいかな。まあ、これ、ちょっとごめんなさい。このままにしていいですか。盛り上がって、そしてというふうになります。アーモールに転調するで、これも大事に、四六も大事にして、左手は全終止。でも右手がおしまいにするかどうかというと、別に無理にですね。レシード、確かに同音主音でここ全終止というふうになっております。じゃあここはレシおしまいにしてから先へね、おしまいの音で次がって考えると、
どうもいい。これ3時にオープンでくる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 走り回りたいんです。こういう時に無理に全収集をする必要はないというふうに考えて良さそうです。クラシック音楽は複雑な音楽です。左手はおしまいってやります。でも右手はおしまいはにのようだけど、でもくる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 すぐに動き回ってる。特におしまいとか考えないでもいい場合が、ね、左手が全収集している場合は右手持って、私も長年それで迷いました。おしまいの音であり始まりの音でもあるというふうに一生懸命説明しようとしたこともありますが、そうじゃなくて無理にもちろんドミナントトニカになってるけど右手はもうノンブレスで、もしフルートで吹いたらドレシ、そうここでブレスするとこんなになっちゃうわけです。無理にブレスしなくていい。ドレシドソドレシドレミソセラセミドレピラ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 ピピラリリピララリピ、ここでしっかりブレスのチャンスがありますよね。そういうふうにこの音形は頑張って練習してくるくるくる頑張れってここはね、弾き方の講座なんていうのは動画は他に丁寧にここどういう風にさらうといいよっていう動画はエリーゼのためにありますので、他のねエリーゼのための動画もおすすめですよ。私もいくつか参考にさせていただきました。テクニックについては、よりも和声についてでした。とても長い動画になっております。さて、というわけで転調してセドゥアです。くるくるくるOS、 ここのサブドミナントレミファセドゥアのこの低くトンって降りた音っていうのは4音と6音になるわけなので、こういうのは大事にしてドミナントですね、第5音のドミナントでトニカへと全終始しているので、ここで綺麗なカデンツになっています。S ね、最大事な S 盛り上がってで落ちおしまいと。でここも実はトニカに見えます。おしまいところがこれ気持ち悪いですよね。今これはトニカになっております。ドミナント属七からトニカというふうになっているときに、これは全収支しなければいけない。全収支ということはこうやって収めなければいけないのかというと、こうやって音がね、和音が3音になってちゃんとドミソがきれいにどんどん和音が増えてる、音が増えて盛り上がっている。そして SDT とこの盛り上がりというものが感じられる。こういう時に無理やり全収支だからといって強くする必要はないと。こうやってあえて書いて消すというのは案外ヨーロッパっぽい勉強なのかもしれませんが、消しゴムで消しちゃうんじゃなくて、こうやってこう考えたけれどそれを違うんだっていうのが記録に残るという勉強も結構私はおすすめです。だからぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、こういうのもね、アーモールってここで白くと思ったけど、その前のレシャープでもうすでにアーモールを感じる。こうやって前倒ししましたよね。ここの左手の全収支は考えないでいいでしょう。左手ここは全収支で盛り上がって、これは左手も盛り上がって、ですよね。ここでクッとソシャープが現れる。これですよね。もしこれソシャープでミファミレミド結婚できて幸せってなれればよかったでしょうにね、ベートーベンさん。いやだけどもこの曲は結婚できない
ベートーベンさんのテレーゼ・マルファッティさんへ当てた当てつけ当てつけって言葉を当てた当てつけで思いついちゃった。だけど振ったよね、君もってその前にヨゼフィーネ・ブルンスビックにも、振られてしまって、ジュリエッタ・グッチャルディはもっと短い時間にあっという間に振られちゃったという、いきなりソシャープが現れることで、これはド音ミソシミっていうのはアーモールのいきなりドミナントという和音として急に現れるハテナだけどもみ、このゴーという音でこう一回音楽が止まりますよね。こういうのもハテナ半周し、こういうふうにだけども裏飯よ、あなたのことが裏飯というふうになっていく、この第5音ドミナントの音楽性というものを裏飯屋とともに勉強してみましょう。中間部一回弾いてみましょうか。F ドアで前段音揃えて、4のサバドミナントよく感じて、最高音の4の音感じて、スラーの頭の音感じて、降りてきてちょっといい音この感じて、そして転調、一瞬のアーモル円の転調、サブドミナント感じて、四六を感じて、全終止してちゃんと盛り上がって、で SDT おしまいになって、で超通常の転調もう一回これもだけどもハテナの半周してだけでも目裏飯全周しというふうに戻っていいですか。半周しと全周しで四五全周してハテナ振られたでやけね、もう同じです。ペダルがなくて8分音符に気をつけましょう。同じですね。ペダルセードはあれアーモールなぜなの半周しで345ペダルを離す。12345ペダル半周し同じですよね。456でペダルを離してます。始まりましたね。さあ、ではレドシラのレドシラの説明も思い出した。なんかミドシラって改めて弾くと割とすっきりして聞こえるのは、これはラシドレ普通の疑問の音なんです。ミ第5音、ところがレにするのとミソシレ属七という音にこの音がなるわけなんです。 D7 ミレというただのミソシミだと属七がない状態、ただのドミナントか属七なのか、このちょっとなんか疑問の具合がより増えるのかな。ドミナントとになんでかな、なんで振られたのかな。やっぱりこれはもう振られるだろうって、やっぱりちょっとパワーがさらに疑問の具合が多い。もう一個ラから主音から数えた第4音でもあります。これは実は属七ミソシレドミナント7と呼ばれることは、音は主音から数えると第4音、246は正解積法としてこの音にちょっとしたクレッシェンドだけど、裏拍ですのでね、カッコのこの属七の音をちょっと感じてみるといいかなという、これですね。
もう何回も出てきてたのに、12345ペダル、ここを弾いてます。42小節からちょっとこの2を感じてみて、やっぱり大事ですね。ここの4の音を一瞬ちょっと感じ、ちょっと大事にするというのはなんと大事だったが、後ろに前に戻ります。忘れないように、初めて出てきたのは7小節なんだ。というわけで7小節のこのレの音レドシラは、というわけでミかレかどっちかの問題に済まなかったんです。和声解析をこう勉強を進めていくことで、より恨み節が大きくてという音楽になってるという、全部ベートーベンの恨めしだけど、結婚できたならよかったのに、なぜにそしてこの続詞を感じてっていう風になっていけばいいかな。今和声感がこう、私こうやって勉強、今ね改めて勉強して弾くと、いよいよペダルを私使い始めてるんですね。自分で今気づいたんですけど、そんなもんです。情感が、和声を勉強することでこう情感が、こう込めるべき情感、恨み節のレドシラミドシラダメだよなのか、恨みまあうまく言えないですけど、ちょっと違うんです。ただダメだったよってちょっともうすっきりとした気持ちなのか、ちょっとレドっていう、レド7度というこの結構広めの音程も、その裏飯や全部裏飯になっちゃってますね。こういうふうに和声学理はただの理論ではありません。我々の心に直接訴えて かけてくる学理を知らなくてもこれを感じている人は大勢いる。それでいいんです。それにプラスでこう、これはだからそういうふうにこういう属七の音、7度の音程、わざわざこういう音にわざわざ変えている、そういう音のパワーがあるんだという、楽曲解析和声の力というものを知ることで、もっと表現は質が高まると思います。ここまで長い時間聞いてくださって本当にありがとうございます。こうやってね、和声に対する興味を持っていただけましている方であると思います。本当にありがとうございます。他の動画でも私頑張って和声解析やっていますので、どうか今一度YouTube クラシック音楽道場、チャンネル登録や高評価いただけましたら励みになります。ベートーベンのピアノソナタを2027年までに全曲全楽章1個ずつ作っていくつもりです。頑張ります。声がちっちゃくなっちゃう。なぜなら壮大ですからね。ハンマークレベどうなっちゃうんだろう。はい、全終止というわけで、この給付が聞きたいからペダルは使わない方がいいかなという、こういう音はもうララララララ全部反復音ですので、こう全部一瞬パッ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 こう離していっていいかなと。今もう指手見えないですよね。ざっと言っちゃいます。これですね、私の師匠なんかはドイツ系の先生たちはっていう言い方してよければ、これ全部2の音でトン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 ンと弾くのがおすすめという先生がいました。バドラスコダ先生も全部321とやらなくていいよと。フランスだと今のちゃんと弾いてなかった、ごめんなさいね。これはフランスの音楽においては結構好きで好まれて使われる、指使いなのかもしれない。
フランスとドイツの差があるんですちょっと。でもこういうだったりこういう音、こういうの全部2の音で練習すれば割とすぐ簡単にできます。トン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 、左一歩でトン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 、このティンパニーをトン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 ってこう打ってるような。打てなくはないですよね。コンコンちょっとトイレちょっと誰が入ってるんですか、早く出て早く出てきて。ちょっとあんまりいい例じゃなかったかもしれないけど、というあんまり良くなかったですね。アーモールですな。ここもずっとアーモールですね。トントントンと今見えてなかった。ちなみに和声解析もう全部アーモールで、一瞬ここシドレミでツェドゥアになって、今42、3、4、5小節ミレード、ここでアーモールに戻って調整を全部こう書くということもここもというわけで、はい、この第 2番目の中間部 C の部分にありましたアーモール、これも全部アーモールでいいです。アーモール多いですね。この曲はバッハみたいにたくさん転調しないんです。このディミニッシュの音っていうのが難しいですが、ドシャープがドーンで次の音へ解決しようとしているという、このファラレファラの音、レファラはアーモールにとってもラシドレ第4の和音、第4音上にありますよね。レファラはというわけで小文字の S と書いてサブドミナントというふうになります。でレへ向かおうとするドシャープだから、こういうのを4の和音へ向かうためのドミナントということで、淀調の5度というふうに言います。こういうふうに書いて、こう小文字の4上に横線引かないと小文字なんですって。見えるかな、見えてますように、ちょっとちっちゃかったらごめんなさい、大きめに書きますね。で、はい、こう下にこうね4の音を音符するように淀調の5度というふうに言います。もともとの和音はだからドミソセ C シャープ、書きましょうか。 C シャープディミニッシュセブンスというふうなコードネームになりますが、これはラドミソセ、このラの音が本当は A7 ナインスという音なんです。解決したらレフラに行くって、こうやって聞こえますよね。というわけで、でもこのラの根音がなくなった、根音省略ということで、こういうふうに斜めの線を書いて根音省略の、ドミナントであるというふうに言えます。で第7と9の音まであるから、これは日本で教えられている書き方が本当に私もこれがいいと思っていて、ということで淀調の5度で属句の和音、根音省略というふうになります。いろいろちょっと分かりにくかったら何度か聞いてみたり、他の動画でも調べてみてください。淀調の5度です。淀調の5度というのは解決するのではなくて、サブドミナント盛り上がるっていう話をしましたよね。盛り上げていいと思います。ムカムカっとするこの、ディミニッシュというのは弦7の和音とも言われますよね。弦7の和音、非常にこれは普通だけど、非常に怖い音がしているというのかな。お化け、こういういよいよ恨み節が強くなってサブドミナントへ行って向かったわけです。サブドミナントからラがずっと続いているのは、こういうのはもう
法則音という言い方でいいそうです。下にはティンパニーでどん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 ララララティンパニー、もう本当にがいいんじゃないかな。もう太鼓が鳴る非常に不気味な太鼓のティンパニーララララというわけで、和音としてはソーシレファはミソシレファ、これも属して原七の和音ですね。だけどミの音が消えての根音が省略されての、今度はドイツ式に書きます。やっぱりドイツも同じで、こうやって斜線することでドラスラシドレドミナント第5音が消えての、ドイツの場合は7と9両方書くということになっていて、属七属9の根音省略というドミナントというふうになって、でトニカへとこう落ち着いていると、ファからこうファミエは、ね、音が降りているので、これはちょっと落ち着いて感じるといいと思います。もう一個が説明したいのは、こうやって全4ラシドレ1234音から登ってのラシドレミファ第6音、これはですね、どんどんベートーベンの恨み怒り、恨みを通り越して怒りをまたふつふつと覚え始める瞬間です。今まで悲しいメソメソ恨めしやだったのが、ムカムカムカ、なんだかムカついてきたぞ、なんでまた振られなきゃいけないんだ、サブドミナント、なんか怒ってますね。レラシドレ、いよいよバスの音がレという第4音にドーンと変わって、レこのなんだメロディーもレとファは246が多いですね。サブドミナント、ここも一度こうやってずっと感じてみましょう。サブドミナントからレファラド D シャープ D シャープディミニッシュセブンスというのは、レファラドがこのレシャープはラシドレアーモールで普通出てこないんですよね。この臨時記号は結局ミの第5音を目指している、ドミナントを目指しているから、こういうのはドミナントを目指すためのドミナントということで、ドッペルドミナントとこういうふうに言います。でしかもシレファラド、このシ根音がもともとは B7 ナイスだったものがドミナントへ向かってトニカ、ドミナントへ行くためのドミナントだから D を2つ重ねている。しかもディミニッシュ D シャープだから、このシの音がない、だから根音省略形となって、そして第7音第9音があるという、これはドッペルドミナント根音省略7、9、先ほどのこことでも一緒ですよね。同じです。淀調の5度、淀へ向かうための、ドミナント根音省略9だから、これ日本式に書くと5の和音へ行く、見えてますね、ための5度で根音省略で、この場合は9だけ書けばいいというのがで、和声として分かりやすいようにこう両肩付きの括弧、これは私のやり方でさせていただきますが、これがドッペルドミナントの説明です。分かりにくかったらどうぞちょっと巻き戻して何回も聞いてください。多分よく考えると分かってくると思う。そして出ちゃったな、ドッペルドミナントは、ここで思い切って説明します。 A マイナーという和音になっていますね。ここの瞬間ラドミ、ところがこれはじゃあトニカかというと、ラドミっていうのはアーモールのトニカに見えますが、これをトニカと言わずに第5音、先ほどドミナント四六って私聞こえてるかな、ドミナント四六っていうふうに説明 しましたが、これをはですね、はい、というわけでこれが四六の音になるんです。第5音から数えた123、4番目の音と6番目の音、ミラド、ドミナント四六というふうにパワーアップしている和声であるというふうに、ドッペルドミナントもこれもパワー高いです。
はい、どうしたらいいかな。してちょっとじゃあ四六の話を先にね、こうで初めて四六からドミナントに戻ってトニカね、属七でトニカとラドシラ、ここはドシラ、こうやって全終詞で落ち着いていいというふうに、こういうふうに、解析ができてきますね。なんで四六をここで言いたかったりっていうと、でなぜ D 四六にこだわるかっていうと、これをですね、日本で書くと一度の2点って書きますよね。ラドミ、ドミラ、ミラド、1の2点って書くと、これはなんかですね、ちょっとトニカ、見えるかな、トニカっていうふうに見えなくもないんですね。1っていう、ね、ラドミ、こういうの1の和音というふうに考えずに、ドッペルドミナントが1の和音いくってちょっとなんかよく理解しづらいんです。ドッペルドミナントはちゃんとレシャープはミドミナントへと向かっていると。でもそのまま属していくんじゃなくて、ドッペルドミナントが四六を一回経由している。あくまでもドミナントというわけで、ドッペルドミナント、ドミナント、トニカ、ね、ドッペルドミナントで1の2点と言わずに、この時点で私は実は残念ながら1の2点という考え方をなるべくではなくて、ドミナント四六というこの考え方をとてもお勧めしたく思っている次第です。ドイツの式和声というふうに言っていいですか。私はドイツのウォルフ・ギュント・ライデル先生っていう非常に本当に恩師です。ちょっと変な人なんですけど素敵な先生なんですよ。先生から習ったドミナント四六です。でもですね、フランス式のこの淀調の語度っていうのは、これは日本はフランス式和声って言っていいのかな。こっちの方がね、ドイツよりは、ドイツだと ZD だ、スイッシェンドミナントって書いて矢印してっていう、矢印書く場所が面倒なんです。そして行く先が何でもいいんです。 S のスイッシェンドミナント、2度調の矢印5度、3度調の矢印とか、わざわざちょっと ZB って何でもできちゃうので、それよりもヨド調の5度ってちゃんと見えるこのフランス式に軍配が上がる。ドミナント四六に関してはドイツ式の和声の書き方に軍配が上がるというのが、私の当クラシック音楽道場での和声の書き込み方の、もう長年かけてこういうふうに考えております。七が全終始して原七サブドミナントへ盛り上がる、この原七の和音とか第6音で盛り上がってみましょう。一瞬トニオカを感じるけど、第4音のサブドミナントを感じて、2声で2人で落ちていくというのも非常になんか不気味ですね。2人落ちていった先はドッペルドミナントが大事で、四六も大事で、ドミナントトニカで一瞬の落ち着きを見せる。同じです。ヨド調の5度、ヨドから6へ登るというわけで、ここも急ぎて書いばよ。はい、ヨド調の5度、はい、混音省略、そしてここでサブドミナントへと盛り上がっていって、第4ミファファー、今度は素直に6と4の音にこうやって盛り上がっているわけですね。ヨドを盛り上がってここですね。これをですね、どうしようかな。ラシやっぱエリーゼすごいな。エリーゼのために大変だな。アーモールにおいて普通、C フラット出てこないんです。こうですよね。でもこういう不思議な音が、サブドミナントのこれナポリの6と呼ばれる。ナポリ4だったりナポリ2だったり、これはナポリの和音で調べると私の Google 検索が出てきますので、Google 検索でナポリの和音だったり
ナポリの4忘れちゃったけど調べていただくと Google 検索瀬川源の Google なんてブログはなんていう名前だったっけな、ひたすら音楽、ひたすら音楽、まさにこの通り2時間を超える動画何やってるんでしょう、ひたすら音楽です。出てきますナポリという種類の特別な音として、これはアーモールのはいという説明ができるのかなと。レファラサブドミナントの音なんだろう、わざわざ半音上がったという、こういうナポリというふうに覚えておいていただいていいかな。この曲のこの音の名前はナポリという音にを使いながらのまあベードゥアシレファの転調しているナポリであり転調でありという、そういうふうにちょっと言ってみたかった次第です。ナポリでありサブドミナント、そうベードゥアのシドレミとそうミが1234音、ファソが第6音、ベードゥアへ転調したサブドミナントとなんですね。でもがずるずる落ちてきちゃうっていうのが、これがですね、この時点でやっぱりずるずるっと落ちていって、やっぱりシレファこの説明後でします。シレファシレだけかな、そうシレファでいいか、シレドミナントの、G シャープディミニッシュセブンスっていうのは、これもディミニッシュセブンスっていうのはこの3度下が抜けてる E の根音省略っていうふうに考えるっていうので、いかがでしょう。ディミニッシュっていうのはこの原七の和音っていうのは根音省略形であるという、根音っていうのはミだからドミナントですね。アーモールの根音省略79というふうに、これがこういうふうに書き表すことができるわけなんです。ベードゥアからも落ちてきて続七続九で、これ初めて見た私。この新しい使用楽譜は1時間以上前にご紹介しました返礼版です。でしかも新しい2016年という、こういう新しく研究され直したもので、なんか書いてあるんだ。さっき一生懸命読んだんだけど結局分かんなかった。 B1B2 というのがっていう楽譜、そう B1B2 というのがエアステアスカーで、さっき言った1867番の初版版、こちらのねには F というふうに書いてある。その通りなんです。シラソソラ、これですね。レファソですよね。これで弾いても私は構わないと思います。そういう楽譜の方が多いんじゃないかな。だけどアーツバイ A の2によるとって A2 っていうのがアウトグラフ、なんかこの楽譜のことが私残念ながらよくわからなかった。そういう発見があったのかもしれない。だけどエリーゼのためには不完全な楽曲です。ベートーベンがオーパスっていうのをつけてない。WOO っていうのは Werk ohne Opuszahl。Werk っていうのが作品、ohne っていうのが without なしに、Opuszahl っていうのが作品番号、ね、作品番号なしの作品、Werk ohne Opuszahl、WOO VOO って言うんですけどね、ドイツ語だと。合ってるかな。はい。というわけで、ベートーベンが完全に出版までこぎつけなくて、テレゼ・マルファッティさんへの恨みつらみ、はい、これをあげるよ、君に。みたいに送ったのかなと私はもう思えて仕方のない、そういうね、怒りまで忍ばせちゃってね、ベートーベンは怖い。
怖い人です。怒らせると怖い曲を書いてくれます。ただ名曲を月光そなた、熱情そなた、最高級の恐ろしい音楽を振られた女性に送った。3つ目がこのエリーゼのために。なんか何ニヤニヤしてるんだろう私は。ベートーベンさん怖いですね。振ったらめんどくさいけど最高の最高の音楽作品としてねえ、不思議な何かちょっとニヤニヤしちゃうのはなぜでしょう。なんかね、ベートーベンさんのそういうわけでした。というわけでこれはハテナです。どっかにこう書き直したという証拠があるのかでもまだわからない。どちらでもいいということにしておきましょう。不完全な曲。ごめんなさい。4、6のこのベーデュアからまた戻って1、2、2、3。ここは説明しておきたかったのは四分音符で書いてあるので、ちゃんと伸ばして1、2、3が9分になります。で、1、こちらはちょっと逃げよう。1を書かずに2、3が9符となるという、ね、1回目は3、見えてますか。3が9符、2回目は2が9符という75小節76小節の話をしています。四分音符、八分音符という風になるわけです。長いペダルは説明しました。これあとはこの76小節のこの音、これは先ほどもだいぶ前に、ですが説明させていただいたこれ1905年版のパリ、フィリップさん、フィリップという人がこの間違ってましたよね。このペダル、そのパリ版の楽譜ですけれど、こちらいろいろいろんな音はでも全部ミドシラで、最後だけレドシラっていう、これもあと最後ここが和音になってる。この版の影響はすごく強いでしょうね。で今言ってた76小節でしたっけ。ここでレの音を書き加えてるのがこのフィリップ版です。これ見えますね。レミシというふうに属七の音をフィリップさんが足したんです。多分だってここに名前があるからによるとね、とてもいいことなんですが、この人がいいか悪いかあまり良くないと思いますけれど、残念ながらこの人の影響を受けた楽譜がたくさん出回っていると。ミドシラね、ここがミドシラ、見れミソシドミね、ここがミなんです。ミ、全部ミドシラだらけで、最後レドシラというのがフィリップ版です。そしてこの足されているこの和音もベートーベンは欲しくなかった。もう一回も説明しちゃうと、この最後の和音もレドシ、見えますか。ちょっとぼやけて和音になってますよね。こういう風に見えないか、こうかな。レドシラ、こういう和音で終わっているのがフィリップ版です。原点版はありません。ラの音しかない。もうとにかく何とも言いようがない1の音しかない。逆に不気味です。バッハの音楽においてもこういうことがあると思います。ベートーベンは本当に恨み節を3つのラの音で収めたという。フィリップ版によると、これがちゃんとアーモールとしての4声でね、4つの1、2、3、4つの音で終わらせるというのは非常にクラシックとしての安定。しかもこれひどいって言い方したらあれですけど、四分音符になっちゃってますね。
原点版によると8分音符、こういう差もありますね。原点版はスッと音が消えます。123全終止で全終止した後の8分9分でおしまいに、この2拍目にスッとここで間を感じましょう。間って私こう書いちゃうんですけど、音の間です。伸ばしちゃうとこれはラが鳴ってるから音の間がないんです。給付が聞こえないんです。だけど今止まって聞こえますね。これが給付の表現です。最後に1、これが2、その後まあ3、もう割とスッと気を抜いて、コンサートだったら1、2、ここでまあ手を下ろしちゃっていいかなと。もしここにフェルマータがついていたらドス1、2、フェルマータ、恨みをここで溜めて、これがフェルマータがあったバージョンですね。今これはちょっと冗談ですけど、でもこういうふうに給付にフェルマータがあったりする曲あると思いますが、この止まったままだるまさん転んだっていう、そういう表現法があります。給付を最後感じましょう。フィリップ版はよってここもよいしょ、音が足されているという問題でしたね。というわけでもうおしまいです。そろそろこれはどっちかわかんない、これは証拠がわかんないけど、1、2でこの音、それこそ先ほどのレドシラにしなかった、あえてこの恨み節をわざとレの音をなくしたただのすっきりとしたドミナント、ね、属七の音をあえて使わなかったベートーベンの気持ちはハテナというただのこれを感じて、そしてピアニッシモなんですよ。ラードラって弾いちゃ絶対だね。静かにもう風の赴く間にヒューとこの恋は流そうと思う。おしまいであると。三味線でも半音階で降りてきて、ペダルが離れたら裏飯そういう風に戻ってくるわけなんですね。長いトニカの風です。アーモールの風がぎゅーっと吹くわけです。最後のページはもちろんアーモール、これ全部書けないのがシドレミ、ここで一瞬ツェードは書かなきゃいけないんだ。ファミレドで、ここでまあアーモールにやっぱりもう一回戻る。基本はアーモール和声解析終了とさせていただきます。どうでしょうか。長い時間、最長の動画になっちゃったかな。これはカメラアングルが私のおでこばっかりやって恥ずかしいな。皆様本当に長い時間にわたり、お聞きいただきありがとうございました。クラブハウスと同時配信なんです。多くの方が途中で YouTube でこれはもうすぐにでも見れるように公開いたしますので、ちゃんと撮れてたらの話ですけれど、今の私にできる全身全霊をもってエリーゼのために和声解析も含めて、最初の方は皆様の、興味のあるところでね、数え方がすごく大事です。123223234561322333456、最初から見ていただけると嬉しいです。ちゃんと数えるというクラシック音楽の基本っていうのを、基本が大事、じゃあどう基本大事にするか数えてみましょうという、そういうのをお伝えできるすごく価値がある動画にしたいと思って
先週金曜日に、エリーゼの、ね、部屋をクラブハウスでやらせていただいて以来1週間ずーっと考えていたわけでもなくて、間でラベルも引いてますけど、でもやっぱりどっかにエリーゼいつ動画に撮影できるかな。今終わりました。終わりました。頑張りました。プシューっていう感じ。本当にこの動画最後までここまで聞いていただいている方がいらしたとしたら本当に大感謝です。よっぽど和製に興味が思っていただいたでしょうか。こちらはあれ消えちゃった。どこにあるんだっけ。 YouTube クラシック音楽道場チャンネル登録、そして高評価いただけましたら、幸いです。もし初めての方いらっしゃいましたら YouTube クラシック音楽道場チャンネル登録の横にベルマークというのがありますので、ベルマークを通知ですね、これを、常にオンっていうふうにしておいていただくと、私は時々シークレットライブ、いきなり練習の、が載っているとですね、これは撮っておきたい、これはちょっと生放送でYouTube として残しておきたいってピーンってくるときにスッてこうやってスイッチを押してですね、いきなり生放送を始めたりすることがあります。そういうのを見ていただくのももしかしたらご興味いただけるんじゃないかと思って、ぜひベルマークをオンにしておいていただくと面白いかなと。クラブハウスの方もですね、私のなんだっけアイコンのところからこうタップしていくと、フォローイング、この人フォローするっていう風に、していただくと、私のやってることが見えたり、あとフォローイングの隣やっぱりベルマークですよね。ベルマークも Always っていう風にしていただくと、クラブハウスの方が今私はフットワーク軽くいろいろこうやって音楽の配信とか部屋を作ったり、あるいは音楽部屋へ行っては一緒にお話しさせていただいたりとか、そういうもう音楽、基本音楽だらけです。音楽家として一生懸命生きております。2021年はまだまだコロナ禍の中におります。日本語も間違ってないかな。ワクチンもちょっとずつ進んできて、まだまだ打てる環境ではないけど、ね、夏頃にはどうなるんでしょう。でもだからまだまだステイホームは大事な習慣であり、でその中からこう動画撮影始まりました。エリーゼのためには絶対に動画にしておきたい大事なねレパートリーですよね。ピアノ弾きの皆様にとって今日はすごい気合をね、静かに気合を入れながら時を待って、クラブハウスでもたくさん練習させていただいての動画撮影となりました。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。他の動画もご視聴くださいませ。では YouTube はこれで閉じます。本当にありがとうございました。他の動画も見てください。ありがとうございました。